皆さん、こんにちは。今回は、最新の AI 技術がどれほど面白いストーリーを生み出すかの実験をご紹介します。チャット GPT という AI モデルとグルーというテキストから動画への自動変換ツールを組み合わせ、どのような魔法が生まれるのか、一緒に見ていきましょう。チャット GPT は、テキストベースの対話が得意な AI です。ユーザーが質問をすると、できる限り答えを出力しようとします。例えば推理小説を書いてと指示すると、できる限り推理小説を出力しようとします。一方、ブルーはテキストから動画を自動生成するツールです。この2つのツールを使用し、どのようなクリエイティブな成果物が生まれるのかを確認します。大事なのは、この実験では編集なしで AI が生成したままの動画をご覧いただくことです。簡単な指示をするだけで、どのような驚くべき成果物が生まれるのか、一緒に楽しみましょう。それでは、早速 AI が生み出す未知の世界へと足を踏み入れてみましょう。今回、AI にタイトルと構成を考えてもらい、それをもとに AI が作り出した物語をご紹介いたします。タイトルは異世界の影。さあ、物語の世界へとご案内いたしましょう。タイトル異世界の影。第1話転生の奇跡。風がそよそよと吹き、神社の鳥居の前に立つ岡田健太郎は、生活に転機が差していました。彼は普通のサラリーマンとしての日々に飽き足らず、なんとか新しい人生の可能性を模索しました。ある日、岡田は仕事をサボって神社に訪れ、何もかもをリセットしたいと心から願いました。その時、神社の境内に突如現れた神秘的な輪郭を持つ光が、彼をくるみ込みました。目が覚めた時、岡田は見知らぬ場所に立っていました。青々とした森に囲まれ、不思議な空間に立つ彼の姿は、まるで異世界への転生を示すものでした。彼の体は若返り、普段のサラリーマン姿からは想像もつかないような力を持つ存在に変わっていました。彼は影と名乗り、その特殊な暗殺技術に戸惑いましたが、同時に異世界での新たな生活を受け入れました。第2話最強の暗殺者への成長。異世界で新たな一歩を踏み出した岡田健太郎、通称 A は、エリサと共にギルドでのトレーニングを始めました。彼の特殊な暗殺技術は、仲間たちから驚きと敬意を集めていました。一方、ギルドのリーダーであり、影の師匠的存在であるレオンは、彼に厳しい訓練を課しました。レオンは、影に異世界での生き抜くための知識と技術を伝え、最強の暗殺者へと成長させました。影の瞬間移動の技術は次第に磨かれ、無音の暗殺技術も進化しました。彼は仲間たちと共にギルドの任務に挑み、その戦術的な才能と力を発揮して敵対する存在に立ち向かいました。この新たな生活の中で、影は異世界での新たな友情に触れ、彼の中には使命感と共に成長する欲望が芽生えていきました。しかし、暗殺者としての運命に疑問を抱く瞬間もあり、彼の心には複雑な感情が交錯しました。第3話使命と友情。異世界での生活が続く中、岡田健太郎影はギルド仲間たちと共に異世界の平和を守る使命を背負うようになりました。彼らは強大な敵との戦いに挑み、次第にその存在感を示していきました。しかし、使命と冒険に挑む一方で、岡田は新たな友情を築いていきました。特にエリサとの絆は深まり、彼女の魔法の力と影の暗殺技術とが完璧に組み合わさるようになりました。ギルドの刺客であり、同時に影のライバルとなるリリアンも物語に登場し、彼女との戦いは緊迫感と興奮をもたらしました。リリアンの存在は影にとって新たな挑戦となり、その成長の機会でもありました。影は使命を果たしながらも、異世界での新たな友情や絆に心を打たれ、彼の中には暗殺者としての運命に対する疑問が増していきました。彼は自身の存在意義を模索し、友情と使命の狭間で揺れ動くこととなりました。第4話闇の影。異世界での冒険が続く中、岡田健太郎影は使命と友情に揺れ動く日々を過ごしていました。
彼の特殊な暗殺技術はますます磨かれ、仲間たちとの連携も高まっていました。しかし、異世界にはまだ見ぬ強大な敵が待ち受けていました。影と仲間たちは、闇の組織からの脅威に直面しました。この組織は異世界を混乱に陥れ、平和を脅かす存在であり、影たちの使命はより重要なものとなりました。影はギルド仲間と共に、闇の組織に対抗するための戦略を練りました。彼の瞬間移動と無音の暗殺技術は、この戦いで決定的な役割を果たしました。そして、新たな力と友情が彼らを支えました。一方で、影は闇の組織との対決を通じて、自身の過去と向き合う機会を得ます。彼の転生の謎や、なぜ彼が異世界に選ばれたのかという疑問が次第に明らかになり始めました。第5話過去の謎と新たな敵。岡田健太郎影とギルド仲間たちは闇の組織との壮絶な戦いを勝ち抜き、異世界の平和を一歩近づけました。しかし、その戦いの中で、影の転生と使命に関する新たな謎が明らかになりました。彼の転生は単なる偶然ではなく、異世界における平和を守るための使命であることが判明しました。これによって、影は自身の存在意義と運命にさらなる深みを見出しました。同時に、闇の組織からは新たな敵が登場しました。彼らは強力な魔法と戦闘技術を駆使し、異世界を混乱に陥れようとしています。影と仲間たちは、この新たな敵に立ち向かう覚悟を決めました。第6話絆の力。異世界の戦いが激しさを増し、岡田健太郎影と仲間たちは使命と友情を胸に、闇の組織との対決に向き合っています。しかし、彼らはますます厳しい試練に立ち向かうこととなります。闇の組織の指導者は、強力な魔法と戦闘技術を駆使し、影たちに立ちはだかります。戦闘は激化し、仲間たちの連携と絆が試されました。しかし、彼らは団結し、絆の力で敵に立ち向かいました。影は瞬間移動と無音の暗殺技術を最大限に活かし、仲間たちと協力して敵を撃退しました。この戦いを通じて、彼らは絆と協力の大切さを再確認し、さらなる強化された力を手に入れました。同時に、影は謎の使命についてもさらなる情報を収集し、その背後に潜む真実に迫っていくことを決意します。彼の運命と使命はますます複雑に絡み合い、物語は新たな転機へと向かっています。第7話真実の探求。岡田健太郎影と仲間たちは、闇の組織との戦いで絆と協力の大切さを学び、さらなる力を手に入れています。同時に、彼らは謎めいた使命についての情報を追求し、真実に迫るための旅路に出ました。彼らの旅路は異世界をさまよい、古代の秘密や伝説を解明しようとするものでした。影は特に、自身の転生にまつわる謎についての情報を探し続けました。その過程で、彼は新たな知識と力を得ることができました。一方、闇の組織も新たな策略を巡らせ、影たちを追い詰めようとしています。敵対勢力の指導者は、異世界を混乱に陥れるために手段を選ばず、影たちに挑戦状を叩きつけました。第8話真実の解明と最終決戦。岡田健太郎影と仲間たちは、謎の使命と闇の組織に立ち向かう旅路を続けています。彼らは異世界の秘密や伝説を追求し、次第に真実に近づいていきました。影の転生に関する謎や、なぜ彼が最強の暗殺者として選ばれたのかという疑問が次第に明らかになります。彼の運命は、異世界の平和を守るために託されたものであり、その意味が明らかになりました。同時に、闇の組織は最終的な決戦を仕掛けてきます。指導者は強力な魔法と技術を駆使し、異世界の混乱を一層拡大させようとしています。影と仲間たちは、最後の戦いに挑む覚悟を決意しました。最終決戦では、影の特殊な暗殺技術と仲間たちの力強い絆が試されます。戦闘は壮絶を極め、物語は高まる緊張感と感動に包まれています。異世界の運命が彼らの手にかかっているかのように思われます。
第9話運命の決断。岡田健太郎影と仲間たちは壮絶な最終決戦を戦い抜き、闇の組織に立ち向かっています。戦闘は激化し、影と仲間たちは力尽きそうになりながらも、絆と意志の力で立ち向かいます。闇の組織の指導者との対決は壮絶で、戦局は互角のまま推移します。しかし、影と仲間たちは決して諦めず、最後の力を振り絞って戦います。その戦いの中で、彼らは新たな力を発見し、使命を果たす覚悟を決めました。最終的に、影と闇の組織の指導者との壮絶な一騎打ちが繰り広げられます。彼の特殊な暗殺技術と友情の力が融合し、最後の勝利をもたらします。闇の組織は壊滅し、異世界の平和は守られました。しかし、使命を果たした影は、異世界での新たな人生について考える時が来ました。彼は友情と絆を胸に、新たな冒険への旅に出発する決断を下します。彼の物語は終わりを迎えるのではなく、新たな始まりとなることを感じていました。最終は新たな旅立ち。岡田健太郎影と仲間たちは、壮絶な最終決戦を戦い抜き、異世界の平和を取り戻しました。闇の組織は壊滅し、彼らの使命は達成されました。しかし、これが物語の終わりではありません。影と仲間たちは、新たな旅立ちの時を迎えます。彼らは異世界の冒険者として、未知の領域へと旅立つ覚悟を決めました。友情と絆が彼らを支え、新たな冒険の始まりを予感させます。影は自身の特殊な暗殺技術をさらに磨き上げ、仲間たちと共に異世界の様々な問題に立ち向かいます。彼の使命は終わりを迎えたものかもしれませんが、彼の冒険は続いていきます。新たな敵や謎、そして友情や絆が彼らを待ち受け、異世界の奥深い魅力が広がります。彼らの未来は明るく、新たな冒険への期待に満ちています。以上で AI が作成した物語は終わりです。このようなクリエイティブな実験を楽しんでいただけたら幸いです。もし動画がお気に召しましたら、高評価をお願いいたします。そして、新しいコンテンツをお見逃しなく、ぜひチャンネルを登録していただければと思います。今後も様々な面白い実験やクリエイティブなコンテンツをお届けしてまいりますので、どうぞお楽しみにしてください。ありがとうございました。